はいどうも、キスケです。今回は限定星力オペレーター、奥義、性能解説をやっていきます。奥義はなんと、能力値を調整することで、アタッカーでもサポーターでも使える初の性能切り替えオペレーターです。これはリリース半年で出す性能じゃない気がしますが、まあ出てしまったものはしょうがないですよね。解説していきます。奥義は能力値の意志より知性が高いとアタッカー、知性より意志が高いとサポーターと使い分けることができます。その分性能が少し複雑ですが、今回の動画では奥義の使い方、性能、編成例、おすすめの凸、おすすめ装備など分かりやすく解説していきます。よければ最後まで見てってください。奥義の気になるところやこんなパーティーが強いですみたいなのがあればコメント欄で教えてくださいね。それでは行きましょう。それでは奥義の性能解説やっていきます。まず奥義を使うときは人血地で使うのか人血意で使うのかを決めましょう。人血地というのは知性が高い形態、簡単に言えばアタッカーモード。人血意というのは意志が高い形態、簡単に言えばサポートモードです。今回の動画では分かりやすく人血地を知性形態、人血意を意志形態と呼んでいきます。しっかりと自分が使いたい形態に装備や武器で調整しながら扱うようにしましょう。そしてこの知性形態と意志形態では戦技、連携技、必殺技の3つで性能の違いがあります。通常攻撃以外ってことですよね。それでは見ていきましょう。知性形態の戦技を発動すると敵に自然ダメージを与え、自然付着を付与します。なかなか範囲が広いんで扱いやすそうです。意志形態の戦技を発動すると敵に自然ダメージを与え、自然付着を付与。さらに知性形態よりダメージが低い代わりに範囲内の敵を襲撃します。高倍率か襲撃か、戦技にはこの違いがあります。知性形態の連携技は敵に自然付着または2段階以上の他のアーツ付着状態になった時に発動可能。ヒットした敵のあらゆる行動を遅くさせ、その敵及び周囲の敵に自然脆弱と寒冷脆弱を付与します。さらにこの連携技は時間差で追加の爆発ダメージを与えます。で、知性形態の特徴としては意志形態よりもクールタイムが短いというのと、この時間差攻撃を戦技を発動することで短縮できます。タンタンの必殺技も落下攻撃を発動すると短縮できますよね。そんな感じです。で、短縮すると一定量の SP 変換、さらに再度その敵と周囲の敵に自然脆弱と寒冷脆弱を付与します。意志形態の連携技は敵にアーツ付着が付与された時に発動可能。再度そのアーツ付着を付与し、その敵のあらゆる行動を遅くさせます。さらに自然脆弱と寒冷脆弱を付与します。知性形態との違いとしては、まず発動条件が違いますよね。知性形態は自然付着もしくは自然以外のアーツ付着2段階で発動。意志形態はアーツ付着のみです。意志形態の方が発動しやすいということですよね。さらに意志形態ではアーツ付着を再度付与することができます。寒冷付着で連携技を発動すると再度寒冷付着を付与する、そんな感じです。アンタルやフローライトの連携技に似ています。ただ奥義は属性の指定がありません。灼熱でも電磁でも寒冷でも何でも1段階増やすことができます。そして付与する脆弱効果に意志によるボーナスを受け、デバフ効果が強化されます。違いをまとめると、発動条件、クールタイム、戦技で短縮できるか、アーツ付着を重ねられるか、脆弱効果の多い少ない、こんなところです。知性形態の必殺技は破壊陣を生成し、範囲内の敵に自然ダメージ、範囲内の敵を腐食状態にします。この破壊陣が展開されている最中に襲撃か重攻撃をヒットさせると最大2回の追加攻撃が発動し、この追加攻撃が2回発動すると必殺技が切り替わります。切り替わった必殺技は前方範囲に
高い自然ダメージを与えます。少し要素が多くて複雑ですよね。ただ理解すると単純で、必殺技で領域を展開、重攻撃を2回、切り替わった必殺技を発動。これだけです。知性形態の特徴としては、購買率というのと敵を腐食状態にすることです。意志形態では腐食付与はできません。意志形態での必殺技も大まかな性能はほぼ同じです。破壊陣を生成し、襲撃か重攻撃で最大2回の追加攻撃。その後必殺技が切り替わります。知性形態との違いとしては、腐食状態ではなく、すでに付与されているアーツ付着を再度付与すること。連携技と似たような感じで、例えば破壊陣の中に寒冷付着の敵がいると、その寒冷付着を1段階増やします。以上のことからわかるように、知性形態は火力特化、意志形態は任意のアーツ付着を増やしたり、脆弱効果をより多く付与したりとサポート特化です。組み合わせるオペレーターによって使い分ける必要があります。素質交換を見ていきましょう。素質1では、知性形態の時、必殺技期間中、自身が 24% のアーツ増幅を獲得。意志形態の時、必殺技の1段目と2段目でダメージを与える時、10秒間持続する自然脆弱と寒冷脆弱を付与。これは意志によるボーナスを受けます。ということで、ちょっと数値が破格ですよね。素質で与えていいバフやデバフじゃない気がしますが、めちゃくちゃ強いです。素質2では、自身が付与する腐食効果の持続時間がプラス10秒。さらにダウンさせる最大耐性値が 1.1 倍までアップ。こちらも強力ですよね。プラス10秒ですから。しかも腐食の付与に関しては、知性形態の必殺技でできますし、付与されているアーツ付着を戦技で腐食に変換することもできますから、ガンガン腐食にして敵を弱体化できます。こっからは育成周りや装備に関して解説します。まずスキル育成優先度は、必殺技が最優先、時点で連携技、時点で戦技、時点で通常攻撃です。必殺技は一度でも特化すると、変化後の必殺ダメージが跳ね上がります。連携技は特化3まで育成すると、意志のステータスによる脆弱効果ボーナスが増加します。そして戦技に関しても、奥義を知性形態メインで使いたいなら特化推奨です。意志形態でしか使わないというなら問題ありませんが、特化させておいても損はないでしょう。武器は知性形態と意志形態でおすすめできる武器が変わります。知性形態でおすすめできるのは、まずモチーフ武器の42式縮陣。知性アップ、必殺技効率アップ、攻撃力アップ。装備中、意志より知性の方が大きいかつ、自身のスキルでアーツ付着を付与したとき、一定時間与えるアーツダメージアップ。さらに、自身のスキルでアーツ脆弱を付与したとき、一定時間攻撃力アップ。装備中、知性より意志の方が大きいかつ、自身のスキルでアーツ爆発を付与したとき、一定時間目標の敵が受けるアーツダメージアップ。さらに、自身のスキルでアーツ脆弱を付与したとき、一定時間目標の敵が受けるアーツダメージアップと、知性形態で使おうが意志形態で使おうがマッチしている性能です。さすがモチーフ武器といったところ。ただメイン能力値が知性アップなので、意志形態を使いたいときは装備を考える必要があります。時点で通行証で手に入る連結点、知性アップ、必殺技効率アップ、自然ダメージアップ。装備中、自身の連携技でアーツ脆弱またはアーツ付着を付与したとき、一定時間攻撃力アップ。さらに、チーム内の他のオペレーターの攻撃力アップと、こちらも知性形態、意志形態、どちらでも使えますよね。どちらの形態でも武器効果を簡単に発動できますし、必殺技効率アップまでついてますから、かなり優秀です。時点で星6武器異望、知性アップ、アーツダメージアップ、会心率アップ。装備中、自身の必殺技を発動するとき15秒間アーツダメージアップ。さらに
連携技を発動するとき15秒間アーツダメージアップと、しっかりと奥義の火力を上げてくれるんで選択肢に上がります。石形態でのおすすめの武器は、モチーフと通行証武器は同じで、異棒の代わりに作品食石がおすすめ。石アップ、自然ダメージアップ、攻撃力アップ。装備中、自身の戦技で自然付着を付与するとき15秒間チーム内の他のオペレーターのアーツダメージアップ。自然付着状態の敵1体につき追加でチーム内の他のオペレーターのアーツダメージアップと、奥義のために作られたのかと思えるほど噛み合ってます。しかも奥義の戦技は攻撃範囲も広めで、石形態で使えば集敵もついてきますから、追加効果も発動しやすいですよね。装備に関しては地勢形態と石形態で紹介します。地勢形態に関しては火山用3セット、アクセサリーに生物補助プレートがおすすめ。腕とアクセサリーに関しては最新バージョンで追加されたものなんで注意しましょう。各部位で自然ダメージをがっつりと伸ばせますし、3セット効果で敵を腐食状態にした時10秒間自然ダメージがプラス 50% されます。地勢形態の奥義なら必殺技で強制腐食、さらに戦技の自然付着を有効活用することで腐食状態にできますから、簡単に3セット効果を発動できます。石形態ではルテン4セットがおすすめ。すべての部位が最新バージョンで追加されたものなんで注意しましょう。新しく追加されたルテン装備はピンポイントで石を持ってくれますし、必殺チャージの回復効率もがっつりと盛れます。3セット効果も連携技と必殺技発動時の素質効果で脆弱を付与できますから、簡単に発動できます。で、新マップを探索する前に奥義を使いたいという人は、新しく追加された修正訓練セットを装備させてあげましょう。他の金装備より1段階弱くなってしまいますが、つなぎとして使うなら十分な性能です。各部位を付け替えるだけで地勢形態と石形態を切り替えられるんでね、困ったら修正訓練がおすすめ。それでは奥義を使用したパーティー編成例を見ていきましょう。まずは奥義をメインアタッカーとして使うパーティー。奥義、カミーユ、ウルフガード、ペリカです。奥義は地勢形態で使っていきます。カミーユの戦技で灼熱付着することでウルフガードの連携技が起動するんで、簡単に奥義の連携技条件が満たせます。その後奥義の連携技から戦技で短縮と動けば、腐食2段階を付与しながら戦技で火力を出しつつ、連携技が短縮されたことで SP も一定量変換されます。しかもそこからカミーユの連携技につながったりするんで、綺麗にローテーションできてかなり強いと思います。ペリカも弔いの歌を装備してあげれば、必殺技の発動で攻撃力バフを配れますし、連携技の関連でアーツダメージを上げることができます。無難な選択肢ですよね。リーノが実装されれば、ペリカの枠にリーノを採用して完成って感じだと思います。まだまだ伸びしろを残しているということです。続いてイボンヌをメインアタッカーとして使う凍結パーティー。奥義、イボンヌ、タンタン、ザイヒです。奥義は石形態で使っていきます。タンタンの戦技で付与した寒冷付着を奥義の連携技で増やせますし、ザイヒの連携技まで合わせれば簡単に寒冷付着を3つ付与できます。付与した寒冷はイボンヌの戦技で消費して凍結状態、その後イボンヌの連携技で再度凍結と、奥義が寒冷付着をブーストしてくれるんで、イボンヌの戦技で発動する追加ダメージを簡単に発動することができます。さらに言うと、このローテーションを2回繰り返せば、どんな装備、どんな武器を装備していようが、イボンヌの必殺技がたまります。追加ダメージを効率よく稼げて、消費 SP も最小限で、ローテーションも簡単。間違いなくイボンヌパーティーは1段階上の強さに進化しますね。さらに奥義の必殺技を絡めてあげれば、寒冷4つまで簡単に伸ばせます。寒冷4つ消費の追加ダメージは特化3まで育成していれば 800% ですから、大ダメージを狙えますよね。
ちなみにタンタンの枠は寒冷付着できるオペレーターエステーラあたりと変更してもらっても構いません。ダメージはかなり下がりますが、タンタンは限定オペレーターなんでね、持ってない人もいるでしょう。続いてラストライトをメインアタッカーとして使う寒冷パーティー。奥義、ラストライト、タンタン、在秘です。奥義は石形態で使います。ラストライトの戦技、在秘の戦技、タンタンの戦技と動けば、連携技も合わせて寒冷付着を4つ貯めれます。消費 SP もラストライトの戦技で30返ってくるんでトータル270。270で寒冷4つはなかなかコスパがいいですし、2周目からはタンタンの連携技で淡水も生成されてます。タンタンの戦技は淡水が1つあれば SP が20返ってくるんで、より少ない SP で寒冷付着を4つ付与できますよね。しかもこのローテーションを行えば、タンタンの戦技でアーツ脆弱、奥義の連携技で自然脆弱と寒冷脆弱、在秘の素質で敵の受ける寒冷ダメージアップと、バフでバフを効率よく付与できてトータルダメージをがっつりと伸ばせます。石形態の奥義でも必殺技はそこそこダメージを出してくれますし、タンタンの戦技も高倍率ですよね。パーティー全体のダメージが奥義を採用するだけでぐんと伸ばせるんで超強いです。タンタンの枠はエステーラやフローライトと変更できます。特にフローライトに関しては SP を使わずに寒冷付着を付与できるんで、より少ない SP で寒冷付着を4つ付与できます。ただ本人の火力はタンタンに負けるんで、あくまでもタンタンを持っていない場合の選択肢として挙げておきます。それでは地勢形態の奥義を使って実戦の方をやっていきましょう。開幕、カミーユの戦技で灼熱付着、ウルフガードの連携技で灼熱2段階、重攻撃でペリカの連携技、灼熱付着が2段階になったので奥義の連携技、この連携技を戦技で短縮して腐食状態に変換、灼熱が消費されたんでカミーユの連携技でリンク状態と、ここまでが1サイクル。カミーユのリンク状態をうまく奥義で使うことはできないんですけど、必殺技が溜まった時のローテーションでリンク状態は活躍します。ちょっとね、奥義の育成がね、新しい素材を使うみたいで完全に育成できてないんで、ロダン君のレベルは80でちょっとやらせてもらってます。これはちょっと申し訳ない。思ったよりダメージ出てないなと思ったら、育成不足だと思っといてください。それでは必殺技が溜まった時のローテーションを見ていきましょう。まず奥義の必殺技で強制腐食。必殺技を変換するために重攻撃を発動しながらカミーユの必殺技で灼熱付着、ウルフガードの連携技で灼熱2段階、奥義の連携技で自然脆弱、ペリカの必殺技で弔いの歌発動、奥義の戦技で連携技短縮プラス腐食2段階、カミーユの連携と強化連携技でリンク状態2段階。あとは変換した奥義の必殺技をぶち込んであげましょう。ペリカの関連に関しては奥義の必殺技2段目に合わせて使ってあげましょう。奥義の必殺技を変換するために重攻撃を2回発動する必要があるんで、なんかチラチラ出てくるんですけど、ギリギリまで発動せず変換した必殺技が発動するまで我慢しましょう。石形態での奥義も実戦やっていきます。開幕、在秘とラストライトの戦技を発動、重攻撃を当てて寒冷付着、奥義とタンタンの連携技を発動して寒冷2段階、重攻撃を当てて在秘の連携技、タンタンの戦技で寒冷4。あとはラストライトの連携技で大ダメージを狙っていきましょう。在秘の連携技より先にタンタンの戦技を発動してしまうと、その時点で寒冷3段階になってしまってラストライトの連携技が挟まっちゃうんで、そこだけは注意しましょう。ラストライト好きとしては奥義の実装めちゃくちゃ嬉しいですね。こんなに簡単に寒冷付着を増やしてくれて大丈夫なのかっていう。必殺技が溜まった時のローテーションも見ていきます。まず在秘の戦技を発動、タンタンの戦技で寒冷付着、タンタンと奥義の連携技で寒冷2段階、
奥義の必殺技で慣例3段階、重攻撃を2回発動して必殺技を変換、重攻撃で財避の連携技発動で慣例4段階、財避の必殺技で慣例と自然増幅、あとは全ての大技を叩き込んでいきます。ラストライトの連携、タンタンの必殺、奥義の必殺、ラストライトの必殺技と大技を叩き込んで終了です。財避の連携技を発動すると素質効果で敵の受ける慣例ダメージアップが付与されるんで、ローテーションの中に組み込んでみました。こっからは潜在能力とおすすめ突数を見ていきます。潜在1では連携技のダメージ倍率が 1.3 倍、知性形態の場合連携技を戦技で短縮した時の SP 変換量がプラス10、意志形態の場合脆弱効果がプラス 6% と非常に強力ですよね。扱いやすさが変わります。潜在2では知性と意志プラス15、アーツ強度プラス16、潜在3では素質2が強化、自身が付与する腐食効果がさらにプラス5秒、ダウンさせる最大耐性値が追加でプラス 20%、潜在4では必殺技に必要な必殺チャージマイナス 15%、潜在5貫突では知性形態で必殺技を発動すると必殺技期間中アーツ増幅プラス 16%、必殺技2段目のダメージ倍率 1.3 倍、意志形態で必殺技を発動すると必殺技で付与する脆弱効果プラス 7%、2段目を発動すると連携技のクールタイムを 30% 回復ということでぶっ壊れです。これぞ貫突効果と言えるほど強いです。おすすめは1突、3突、貫突ですかね。奥義を扱いやすくしたいなら1突と2突、奥義をぶっ壊したいなら貫突といったところでしょうか。ハーフアニバーサリーで追加されたオペレーターだからなのか突効果がどれも強いですよね。潜在能力が分かったところでモチーフ武器を引くか1突を目指すかどちらがおすすめか解説します。コスパを考えるならモチーフ武器がおすすめです。知性形態でのバフ時間が20秒と結構長めですし、アーツダメージと攻撃力、バフが分かれているというのも超強いですよね。意志形態のデバフに関しても持続時間25秒とすごい長めですから、両方の形態で使えるモチーフ武器は破格性能です。一突も強力なんですが、コスパを考えるならモチーフ武器一択かなと思います。最後に奥義を使ってみての感想、強み弱み、どんな人におすすめかを話していきます。まず強みとしては自己完結したアーツアタッカーだということ。知性形態で奥義を使った場合の話なんですけど、ダメージを出すまでのローテーションを全て奥義自身で行えます。連携技の発動は戦技の自然付着でできますし、連携技を戦技で短縮すれば一定量の SP が変換され回転率も良し、必殺技の置き換えも奥義が重攻撃を2回発動すれば可能で、必殺技で付与できる腐食は素質効果で時間延長でき、どんどん敵の耐性を下げることができます。戦技で自然付着、連携技で自然脆弱、必殺技で強制腐食、さらに変換した必殺技で大ダメージと全て一人でできてしまいます。とんでもないスペックです。他に編成するオペレーターは奥義をサポートできるオペレーターを採用すればいいだけですから、アケクリやペリカ、財避など格安で組めるのも魅力ですよね。そしてアーツサポーターとしての万能さ、これは意思形態で奥義を使った場合の話なんですけど、特に指定なくアーツ付着を増やせるのはやっぱり強いですよ。しかも連携技と必殺技2つのスキルで可能です。連携技の発動条件もただのアーツ付着なんで、アーツダメージ主軸のパーティーなら雑に放り込んでも活躍します。しかもサポーターとして使いながら変換した必殺技でダメージを出したり戦技で襲撃したりできますからね。襲撃の便利さはギルベルタで十分理解していますし、
機器契約でも大活躍でした。普段使いでも高難易度でも活躍すること間違いなしです。そして将来性。これは知性形態でも意識形態でも言えることです。知性形態に関しては、次に実装するリーノが自然増幅を持っている時点で相性が良さそうですし、意識形態に関しては指定なくアーツ付着を増やせるんで、今後実装するアーツアタッカーと組めそうです。で、個人的に思っていることなんですが、代理人のスーと相性いいでしょう、多分。僕は自然属性の突撃オペレーターで実装されると予想しているんで、自然付着を付着できて、それを増やせる奥義は最適なパートナーになると読んでます。もし違っても、今後実装されるアーツアタッカーと組ませられるというのは変わらないですし、やはり将来性は格別でしょう。弱みとしては、知性形態と意思形態の切り替えがめんどくさい。もうこれです。今のところ装備を変更したり、武器を変更したりで切り替えるしかないんですけど、プリセット機能とかもないですし、正直ちょっとめんどくさいですよね。せめて使うパーティーによって装備を固定できたりすればいいんですけど、無理ですからね。どっちの形態も普段から使っていきたいみたいな人からすると、ちょっと煩わしいかもね。性能に関しては特に弱いところは見当たりません。結論としてどんな人におすすめなのか。まず奥義が推しだという人、ここは外せないよね。猫好きという一面も見られましたし、メイン任務での活躍もあります。ファンも多いことでしょう。次にラストライトやイボンヌを持っている人。この2人を持っている人は特におすすめできます。ラストライトは寒冷付着を増やすことで連携技の発動頻度が、イボンヌは戦技の追加ダメージが、さらに言うと奥義は寒冷脆弱まで付与できますから、特にこの2人と相性がいいですね。ただ奥義はメインアタッカーでも使えるんで、ラストライトやイボンヌを持っていなくてもメインアタッカーで使えば問題ないです。最後に将来性に期待できる人。奥義は初の自然アタッカーというのと、お手軽アーツサポーターという2つの顔を持ちます。自然に特化したサポーターが実装されても強くなりますし、アーツ付着を利用するオペレーターが来ても活躍します。2つの形態があるということは、その分強化されるタイミングも強く使えるタイミングも多いわけですから、今まで以上に将来性のあるオペレーターだと思いますね。いろいろとおすすめできる人の条件を話しましたが、正直全ての管理人におすすめできる性能です。できれば引きたいオペレーターです。いかがだったでしょうか。今回は限定星力オペレーター奥義性能解説でした。事前の予告番組で2つの形態があると発表されてから感じてはいたんですけど、マジで強いですよね。しかも2つの形態でそれぞれしっかり強いという、このハーフアニバーサリーのタイミングで始めましたという管理人もメインアタッカーとして使えますし、メインアタッカーはもう十分かなと思っている管理人も意思形態で使えるという激ヤバスペックです。引いて損のないオペレーターでしたね。皆さんは奥義に関してどう思いましたか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。